皆さん、こんにちは。マーケットダイブのレンです。この度ですね、弊社の Shopify アプリ、商品画像一括登録君を大幅にリニューアル、アップデートいたしましたので、こちらのお話をさせていただきたいなと思っております。新しい UI でかなり使いやすいデザインになっているのではないかなと思います。そして、新しいアルゴリズムで超高速化に成功しています。そして、新機能でさらに効率アップ、使いやすいアプリ、便利なアプリになっているのではないかなと思います。具体的に今回のアップデートでどんなことをしたのか、まずざっくりと見出しというか、こんなことをやりましたよっていう触りの部分、こちらの画像を表示させていただきます。では、ここからはですね、具体的にどんなアップデートをしたのか、一つずつですね、お話をさせていただきたいなと思っております。まず、一つ目ですね、一番大きな部分ですが、非常にシンプルで大きな部分、アップデートですが、これがですね、今まで画像の紐付けの処理をどうやってやるかっていうところのあらゆるアルゴリズムを見直すことでですね、商品画像の紐付け、こちらの処理をかなり短縮することができました。高速化することができました。もちろん具体的な数値みたいなのって、その Shopify の応答速度だったりとか、画像のファイルだったり、周品番数だったり、お使いのネットワーク環境だったり、いろんなものに左右されてしまうので、一概に何倍になりましたっていうのは、ちょっと公式には言いづらい部分ではあるんですが、少なくとも弊社でテストしている環境で言うと、これまで平均、画像1枚あたり4秒ぐらいが、平均で画像紐付けする速度として計算していいかなっていうような、テスト結果だったんですが、今回のアップデートでどれぐらい速くなったかというと、なんと1枚平均0.3秒、もしくはそれ以上に速くなっているという結果が出ています。ちょっと後ほどですね、実際にちょっとこの画面を使って、この私のテストストアの環境を使ってテストをしてみたいと思いますので、そこでどれぐらい速くなっているか見ていただければいいかなと思います。ちょっとこれは動画後半でやってみたいなと思います。そしてですね、2つ目。こちらも非常にお客様から要望いただくことの多かった機能なんですが、処理待ち、処理中、完了失敗などですね、進捗とか、実行中のステータスを表示する機能を実装しました。さらに、完了した時に、いつ何やったっけみたいなのを思い出せるといいかなというのもあったので、ジョブ履歴というですね、実行履歴を表示する機能も実装しました。これ、速度がかなり速くなってるので、これまでで言うと、実行して、あれまだ始まったかな、今処理中かなって思ってるぐらいの時間にもうすでに完了してたりするんですよね。なので、もしかしたら逆に、あれ、なかなか動き出さないなって勘違いしてしまうこともあるかもしれないので、そんな時はですね、ジョブ履歴を見ていただいて、間違いなく処理が完了しているっていうことをご確認いただけるといいかなと思います。そして3つ目、こちらも一部のユーザーから非常に強くご要望いただいていた機能なんですが、ハンドルマッチ機能でも画像のバリエーション画像の紐付けをできるようにしました。これはですね、今まで、商品画像の紐付けであれば、ハンドルマッチ非常に便利な機能でお使いいただけますよということでご案内していたんですが、バリエーション画像の紐付けには CSV 登録の機能をお使いいただく必要があったんですね。これが今回のアップデートでハンドルマッチ機能からもバリエーション画像の紐付けができるようになりました。で、もともとバリエーション画像の紐付けじゃない、ごめんなさい、ハンドルマッチ機能の紐付けというのは、Yahoo ショップと同じ画像規則、画像ファイル名の規則で紐付けができるというものだったので、もともと Yahoo ショッピング運営されている方なんかは、非常に持っている画像をそのままアップロードするだけで、弊社のアプリで画像の紐付けができるので、便利だったのかなと思うんですが、バリエーション画像に関しても同じ機能で紐付けをしていただくことができますので、より便利に使っていただけるのではないかなと思います。もちろん、Yahoo ショッピング出店されていない方でも、かなり画像ファイルのリネームさえしてしまえば、あとはハンドル名と画像ファイル名が規則で一致してさえいれば、画像の紐付けを自動で行えるという機能なので、かなり便利に使っていただけるのではないかなと思います。さらにですね、今回追加した機能で、
ちょっと説明が難しいんですが、すでに画像を紐付けしてある商品に CSV 登録なり、ハンドルマッチなりで、画像を追加しようとしたときに、もともと登録してある画像をどう処理するか。これもですね、非常に、お客様によって要望が異なるというか、使いたい方法が異なるケースが多かったので、これをどう対応しようかなというところも、なかなか頭を悩ませていたんですが、今回ですね、このやり方を、この機能を実装すると一番使いやすいのかなという機能を実装させていただきました。具体的に言うとですね、ちょっと実際に選択肢を見ていただくのが一番わかりやすいかもしれないんですが、例えばハンドルマッチ機能で言えば、そもそも1枚でも画像が登録してある商品には、仮に規則の紐づく画像があったとしても、画像の紐付けをしませんというスキップ。そして後方追加。これはもともとある画像は前に残した状態で新規の画像を後ろに追加するというやり方ですね。で、先頭追加はこれの逆です。もともとある画像は後ろに残して、画像の URL、画像ファイル名の規則に基づいて画像を1枚ずつ先頭から追加していくというもの。そして4つ目が、これは規則に基づいてない画像が今紐づいている場合、それは削除して、規則に基づいている、規則に一致する画像を、登録するという機能になっています。この4つからですね、選んで、登録をしていただけますので、非常に便利になっているのではないかなと思います。そして CSV での登録も、かなりほとんど似たようなものなんですが、CSV の場合は、例えばイメージ列の1番と3番には画像ファイル名を記載して、2番は空欄にする。その状態で CSV をアップロードする。みたいなこともできるかと思います。で、この時に、じゃあその2番ってどうするのっていう扱いに関してが、ハンドルマッチとちょっと異なる部分ですと。で、入力したイメージ列だけを差し替えるというのをやっていただくと、例えばイメージ列1番と3番にだけ、画像ファイル名を書いた CSV をアップロードしていただいた場合、2枚目の画像はそのまま残って、1枚目と3枚目を差し替えます。で、先頭に追加、後方に追加の場合は、先ほど説明したものと同様に、先に追加、後に追加というのを選んで、先頭に追加、後方に追加を選んで、登録していただけます。で、既存画像を差し替え、これは先ほどと同じで、今ある画像は一度削除して、CSV で指定した画像だけを登録する。というこの4択をですね、選べるようになったので、非常にこれは便利なものかなと思います。ただちょっとユースケースが限られたユーザーになるかなと思いますので、全くユースケースに当てはまらない方は、今何の話をしてたのかさえよくわからないと思ったかもしれませんが、それはそれで全く問題ないのかなと思います。すでに画像を登録済みの方が、新たに商品画像一括登録を使って商品画像の紐付けを行おうとした場合にどうするかという処理が多彩になりましたよというところが新しい、機能の部分でございます。それとですね、見ていただいて、もしかしたらこれまで、商品画像一括登録くん触ったことのある方はお気づきかもしれないんですが、一つ一つの画面、UI がですね、新しくなっています。少し触りやすく分かりやすい見た目になっているのではないかなと思います。もちろん、なんか使いづらいな、これだと分かりにくいな、みたいなことがあれば、どしどしご意見いただければ、すぐにご意見いただいて、お客様のご意見反映させて、アプリを改善していきたいなと思っておりますので、機能要望であったり、改善要望、お気兼ねなくメールでも、このコメント欄でも構いませんので、ご連絡いただけますと幸いでございます。そして最後にですね、ちょっと実際に新しい機能どれぐらい早くなっているか、ちょっと弊社のこのテストストアで試してみたいと思います。では、ここからはですね、新しくなったハンドルマッチ機能がどれぐらい早くなっているか、実際皆さんにお見せしていきたいなと思っております。すでにですね、この弊社のテスト用のストア環境に、商品用の画像が21枚登録してあって、それぞれ商品が4品番あるという状態になっています。合計で21枚の画像を紐付けるので、今までだと大体1枚あたり4秒ちょっとかかっていたので、80秒から90秒ぐらいかかっていたかなと思うんですが、今回新しくなってどれぐらい早くなっているか、ぜひ見ていただければなと思います。今回このですね、既存画像の扱いというのが追加されていますが、今回のテスト対象は、
1枚も画像が紐づいていないので、どれを選んでいただいても同じ結果になります。では、実際にマッチングを実行を押していきます。どうなるでしょうかと。この受付を処理を行っていますというくるくる回り始めてですね。はい、この進捗が表示されるようになりました。もう完了となりましたね。4.59 秒で、実際すべての画像が紐づいています。こんな具合でですね、かなり処理が早くなりました。というところをぜひ皆さんにも、実際にアプリを使っていただいて体験していただければなと思っております。ぜひアプリに関するご意見ご要望、もしくはお問い合わせですね、などなどございましたらコメント欄ですとか、メールとお気軽にご連絡いただければと思います。アプリからもですね、このサポートというところをクリックしていただければ、ミーティング予約、電話サポート、メールと、この3つのサポートで対応させていただいておりますので、ぜひアプリユーザーの方はアプリからお問い合わせいただければなと思います。では、バイバイ。